かねです。今日は6分の1以下、6分の1、8分の1、12分の1ぐらいのね、小さなお人形用のサコッシュを作っていこうと思います。材料はパックに使う生地と、そして4ミリ幅のサテンのリボン25センチ用意してあります。そしてこのサテンのリボンを端処理するためのね、ライターと、そして長さを調節するためにね、バックルを作るんですけど、その部分のワイヤーとワイヤーをカットするためのペンチ、それから型紙をね作るための厚紙と鉛筆ですね。であればチャコペンと、それから小西株式会社から発売されている布用ボンド裁縫上手ですね。こちらを少し使っていきます。そしてこの布用ボンドを乾かすためのアイロンですね。そして生地のね色に近い色の糸、今回ね黒を用意してありますけど、透明でも大丈夫です。透明の方が縫い目がね目立たなくていいんですけど、ちょっとこのね透明の糸扱いが難しいので、その場合は、普通のね綿の糸で縫っていただければと思います。それから、待ち針と縫い針ですね。そしてハサミと、少しね、飾り装飾をできるようなビーズがあればいいかなと思います。では以上で作っていきます。まずねサコッシュの型紙を作っていきます。横向きにね作る場合はこんな感じでね、真ん中に空きの部分が来るかなと思うんですけど、三角形のねこういう風な形でもいいと思います。でこの場合ね、上の方にこう空きを作るとね、最終工程のひっくり返す作業がすごい大変になるので、少しでもね空きが大きくなるようにちょうど真ん中あたりにね空きを作る方がいいかなと思います。今回はねこちらのちょっと三角形っぽいねバッグで作っていこうと思います。ではこのままね切っていきます。はい、このようにね生地を切りました。まずねこの型紙がすっぽり収まるぐらいの生地を2枚ね用意して、そして内の1枚を半分にね切ってあります。それから、だいたいこの下のね台紙が方眼紙になってまして、1目盛り1センチになってるんですけど、10センチ20センチ25センチ ×2 センチぐらいをね用意して、そして、この2つに割った方をまずね端処理していきます。アイロンをねかけたら、こちらが裏側でね、こちらが表側になります。5ミリほどねこのように重ねて、こうピンでね、ずれないように留めていきたいんですけど、ここね開口部になるので、ちょっとでもね湿ってる状態で、待ち針で留めてしまうと、このままねここ開口部くっついてしまうので、完全にね布用ボンドが乾ききるまでちょっと待ちます。完全にね乾燥したら5ミリほどねこの部分を重ねて、そして待ち針で留めていきます。そしてこちらがね表側で、こちらが裏側になるんですけど、裏側を上にしておきます。そしたらこの状態でね型紙を写していきます。一つはねこう写すんですけど、もう一つはこれを反対向けてこのようにね写していきます。そしたらこのね、白い線が出来上がり線になるんですけど、縫い代をね含んでないので、2つにパーツが分かれてる方は縫い代5ミリ、そして1枚布の方は縫い代1センチでね切っていきます。はい、このように切ったらね、まずはこの待ち針を外せるようにね、この両端を固定して縫っていきます。
にね両端が縫えたら、このようにね、こちら側の底の部分にこのリボンがこう当たるようにしてね、そしてこの端から1センチぐらいのところからね縫い始めて、ぐるーっとね縫い付けていきます。そしてこのね縫い始めのところから5ミリほどね空いたところまで来たら、一旦ね糸を切ります。そしてここね、このようにちょうど中間ぐらいでこうつながるぐらいのところ、見にくいなこう合わせて揃えた時にね、ちょうど中間になる部分でこう横にねまず先縫ってしまいます。この時ねこれが邪魔なので少し内側に折っておきます。よいしょ。そしてここね、ほとんど開いてないように見えるんですけど、一応ねここ縫っておきます。一応ねこちらから縫い目を確認しておきます。こんな感じなんでね、もっとガバッと開いてたらもうちょっと詰めて縫ってしまってください。ではここにねこれをこのように縫っていくんですけど、基本的に最初からねずれるつもりでいててくださいすごいこのぴったり縫うのはねなかなか難しいのでね、ここに、ベルトをね挟みながら縫っていきます。大体の形を合わせてね、まずは4点ぐらいをね止めてずれにくいようにしていきたいと思います。リボンをね中に押し込んで、この両端を縫ったらそのままねぐるっと縫っていきます。
はい、こんな感じでね縫えました。一見ぐちゃぐちゃですけど、ここからひっくり返していきます。そしてこのままだとね、この開口部がどうしてもへこんでしまうので、中にね少しいらない生地などを詰め物します。そしたら次ね、調節する部分のバックルをね作っていきます。ワイヤーをね、数字の9の形にね曲げていきます。ではね、バッグの真ん中あたりをね切ってライターで炙ってバックルを取り付けていきます。そしてこのね底の部分の方から出てるリボンにこのようにつけて、ここでね縫ってしまいます。そしてこの余った部分をね切ってもう一回ねライターで炙ります。はい、これでね基本的には完成です。あとちょっとね装飾をつけていきたいと思います。このね蓋を少し開けた部分によいしょ、反対側からできるだけね端っこを縫って、ここにねビーズを通していきます。そしたらここでねもう一度玉結びをします。糸を横向けて、そこにね十字になるように針を置いて5回ぐらいかけて、しっかりね糸をビーズに寄せてから親指で押さえて糸を引きます。そしてある程度までいったらねこのまま爪でシューッと奥へ、よいしょ、こんな感じでね、そしてこの辺りで切っていきます。はい、これでね完成です。こちらね、21mm のね大きなボタンなんですけど、ダイソーでね買ったもので、モンスターのね空き缶を切って作ったものです。そしてこのヘッドホンのコードをね突っ込みました。少々のものなら入ります。こんな感じでねコーディネート楽しんでいただけたらと思います。はい、こんな感じでねサコッシュ完成しました。ずれるっていうことだけね、考慮して縫っていただけたら割と簡単かなと思います。でこちらのねヘッドホンの作り方、また概要欄の方にリンク貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。できたらグッドボタンと
チャンネル登録、それから Twitter やね、Instagram のフォローぜひぜひよろしくお願いします。あとブログもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。